日本におよそ100種類、北海道を除く各地に生息しているベッコウバチ。体長は2センチ前後、大型のハチでほとんど単独生活をしています。そして彼らは何といっても名ハンター。ある獲物だけを狙う巧妙な狩人として知られています。今、ベッコウバチが捕らえた獲物を運んでいます。よく見ると引きずられているのはクモ。そう、ベッコウバチはクモ専門のハンターなのです。網を張り、じっと昆虫が来るのを待っているのはコガネグモ。そこへベッコウバチがやってきました。でもベッコウバチはいきなり必殺の針で勝負に出たりはしません。まずは自分が網に絡め取られないようにクモの周囲を飛び回ってかく乱。対するクモはお尻から糸を大量に出して応戦します。しかしそのうちクモの足が網から1本2本と外れ落下。ここぞとばかりベッコウバチはその鋭い毒針を突き刺しました。一刺し食らったクモから吹き出ているのは体液。ベッコウバチはそれを舐め取っていきます。一方、一刺し食らったクモはまだ弱々しくも動いています。実はベッコウバチの針の毒は殺すためではなく麻痺させるためのもの。生かさず殺さず、それには理由がありました。ベッコウバチの多くは土の中に巣を作ります。仕留めたクモをくわえて器用に運ぶと巣の中に引きずり込んでしまいます。地中のクモの体をよく見てみると卵が産みつけられていました。そうです、クモを捕まえるのはこれから生まれくる幼虫の餌にするため。クモを殺さず麻痺状態にしたのは餌としてしばらく腐らないようにするため。ベッコウバチは子孫を残す戦略としてクモの栄養を最大限に利用してきたハチなのです。ではここでクイズだけろろん。さて、ベッコウバチは幼虫のための巣をあらかじめ用意しているのではなく、獲物を仕留めてから掘り始めます。でも掘っている間にせっかくの獲物をアリなどに取られてしまうかもしれません。そのためベッコウバチはある工夫をします。では穴を掘っている最中、取った獲物をどうしておくでしょうか。捕まえたクモを引っ張り上げて上手に葉っぱに引っ掛けたベッコウバチ。こちらは岩をよじ登っているのでしょうか。このようにベッコウバチは高いところに一旦獲物を置いておいて、アリなどに横取りされないようにするんです。こうして獲物の安全を確保すると穴掘りの重労働が始まります。穴を掘るのは当然メスのベッコウバチ。小動物が作ったものをさらに掘り下げて再利用することもありますが、一から掘ることもあり、とにかく大変です。作業の最中もやっぱり気になるのは仕留めた獲物。途中で確認しに行ったりもします。用心深いんですね。大丈夫と分かれば再び穴掘りに邁進。やっとのことで巣穴が出来上がるとようやく獲物を運んできますが、すぐには穴に入れません。留守の間、誰かが入り込んでいるかもしれないので、一回巣穴を確認してから獲物を中に引っ張り込みます。このように大きすぎてなかなか入らなかったシーンもありました。ベッコウバチはクモに卵を産みつけると、今度は砂をかけて巣穴を隠していきます。器用にお尻を使って土を突き固め、しばらくするともうそこに巣があるのかどうかわからなくなってしまいました。
仕留めた1匹のクモに産みつけられる卵はたった1つだけ。やがて孵化して幼虫になると、クモを食べてどんどん育っていきます。さなぎになる直前、クモはもうほとんど足だけになってしまいました。そしてさなぎはいずれ立派な成虫として地上に出てくるのです。